皆さん、こんにちは。フリオ対人解説動画の後編になります。前編がまだの人は、概要欄からGO！次に、立ち回りの解説です。ここからは、マップ別に立ち回り、陣形の解説をします。これらは典型パターンに過ぎないので、適宜実践では応用してください。一つ目のマップはヨルプラです。ヨルプラの主戦場は緑丸をつけた部分とそこに隣接するエリアです。遮蔽の少なさ、高低差によるジャマーの飛距離なので、アルファが不利なマップとなります。味方と防御壁の配置は大きく2パターンに分かれます。1つ目は開幕直後に必ずできる戦線です。アルファが押されると2つ目になります。アルファが勝つには最低限この戦線を維持できる程度にはアグレッシブに戦う必要があります。動画はアルファが戦線を上げることに成功した例です。動画ではかなり前に出て戦っています。壁とジャマーを活用して坂上に押しています。そんなこんなで坂上を取りました。ベータのメインリスポ地点なのでかなり優勢と言えます。直前の動画でプレイヤーが焚いてた薄壁裏はジャマーの投擲可能距離と遮蔽の少なさにより上のパイプから AAW を打たれてしまえば積んでしまう弱いポジションです。アルファもパイプ上からならベータを打ち下ろせるので SR や南部に気をつけながら圧をかけましょう。敵からの集中砲火を食らいがちなこのポジションですが、ジャマーを投げ込むために利用するのもありです。こちらは2つ目のパターンでベータが優勢な試合です。アルファは坂下のポジション争いに敗れ戦線を下げます。ジャマーで壁が消えると同時に AAW の弾が着弾するように撃つと効果的です。戦線を上げるときは動画のように徐々に壁を立てていくといいです。このポジションは前衛を援護するとともに裏取りから前衛を守るのが仕事です。防御壁は一時的なものに過ぎず消えた際にすぐ車線を切れるような位置に設置するといいです。ただ守りに徹するならそれでもいいですが、攻めるとなると戦線を上げるための壁を設置する必要があります。勢い、ダウン数、壁の有無、壁の配置など試合の流れを考慮して適宜使い分けましょう。ここはブロトレが来た際に真っ先に打ち合うべきポジションです。ここのサポートが機能しない場合、戦線は崩壊します。やや細かいですが、ここのビルオ裏は危険なので、味方がいる場合は意識的に援護してあげましょう。次は市街地です。市街地は一番ベーシックな戦線を紹介します。まずコンテナには壁を立てない方がいいです。壁の消失、コンテナの使用不可につながります。ここの2つの壁を壊すとアルファの戦線を崩しやすいです。最終防衛ラインとなるこのポジションも失った場合、スカベ裏に撤退する羽目になります。壁がなくなり、南部を持たせたアクセもダウンしていると、近接のダイブアタックやジャンピング AAW に押し負けます。ベータを攻める場合は、ここを狙ってジャマーを投げると強いです。ジャマーを食らった敵は身動きが取れなくなり、間髪入れずに AAW を撃てばイージーキルが狙えます。この角度でクロスの車線を引くとベータの前衛は身動きが取れなくなります。ベータはここの壁が一番重要になります。目の前に車線を通してアルファ側のアクセの侵入を止めます。コンテナの争奪戦が重要な市街地戦ではジャマやマインが特に刺さります。次に砂漠の解説を行います。
砂漠は以前の動画でアルファサイド、左翼目線を解説したので、今回は映像と合わせてベータサイドの目線で解説します。アルファ右翼の柱横壁を破壊するには、このぐらい前からジャマーを投げましょう。アルファ左翼の柱横壁を破壊する場合も、このぐらい前からジャマーを投げましょう。ベータ右翼が右前方に展開することで、柱裏のアルファ的にクロス車線を敷けます。アルファサイド右翼の攻め方も補足するとこんな感じです。次にダイプラです。ダイプラは特に説明することがないんですが、孤立狩りとアクセ放置にだけ注意しましょう。マインを埋め込めるので、インファイトの苦手な人は敵が歩きそうなところにばらまくといいです。強いて説明するなら、マップ中央の高台で太い柱を挟んで対面する構図が多かったです。ただ、リマスター版では試合展開が激しくて、あまり高台での戦闘は長引かない傾向にあります。中央の高台から最初に落とされた人が倒されるといったきっかけで試合が動き始めます。